跡の美食学。昨年9月、その番組の制作発表が行われた。土佐人ですらその高知の美味しいものを体系的にまとめたりとか、あるいはそれがなぜ美味しいのか、どういう値打ちがあるのか、こうじっくりと掘り下げたコンテンツというのは今まで必ずしもなかったように思いますので、高知の食を世界に売り出すのにですね、大いに後押しになる、そんなコンテンツを作っていただけるということを期待をしておりました。気候、地理、土壌などアカデミックな視点から美しい映像で高知の美食を掘り下げた当番組。意外に高知の食のことを分かってるようで分かってないので、食育であるとか食科学であるとか、知性がいかに高知の美味しい食材を作ったかというところに焦点を当てて、そして高知が誇る土佐市のうまさとは。地元食材を生かした料理とのマリアージュも追求。どの蔵もね、なかなか個性があってね、美味しいお酒が多かったですけどね、非常にみんな努力されて個性のあるねお酒を作られてましたから、またこれも世界中に、ね、評価されるようなね中身でしたね。素晴らしかったですよ。さらに高知のことを全く知らない外国人観光客の目線、そして地元の子どもたちとの目線と、あらゆる角度から高知の魅力を再発見。高知の持っているこの価値をより分かりやすく、例えば地域の子どもたち、地域の価値をより掘り下げて伝承していく学びのコンテンツとして使えるんではないかなと。1年間にわたり高知の食を全力で取材してきた当番組。今改めて問う。高知の食の何がすごい？高知の食の奇跡とは。高知県全市町村、大学など教育機関も参加し、高知メディアが総力取材。高知の美食を網羅的に取り上げ、映画クオリティの美しい映像で撮影。この1年間、民放3局のリレー形式で毎週放送してきた。番組のメインコーナー、奇跡の美食学では、高知を代表する24種類の美食をアカデミックに解説。初回のテーマは、高知県人が格別の愛を注ぐカツオだった。おはようございます。顔色いいやん。カツオのたたきはなぜうまいのか。番組では科学的視点から考察。まずは呉大正市場でおよそ10万人にカツオを振る舞ってきた田中さんの包丁さばきをご覧あれ。お見事。実はわら焼きの名手でもある田中さん。その技術は当たり前だが、簡単に身につけられるものではない。これ藁の間に空気を入れるの。藁の間に空気を入れて火力を一気に増す。目指すカツオの焼き目はたった 1.2 ミリ。それ以上もそれ以下も許されない。これが名人田中さんが焼き上げたたたき。外側の 1.2 ミリだけを香ばしく焼き、中はレアに仕上げる。そんなカツオのたたきの美味しさを科学的に説明すると、味って5つある。甘味、酸味、塩味、苦味、うまみ。これが5つの基本味です。カツオのたたきで見てみましょう。甘味、これはアラニンとかグリシンっていう有利のアミノ酸が甘いという味わいを持っています。うまみ、もうこれはうまみの、王様ですから。カツオがうまみの塊であることは言わずもがな。それをたたきにしてタレでいただくと、ここに酸味が乗り塩味が乗るんですよね。さあ残ったクミ、たたきの場合表面を藁で焼いて表面が焦げてクミとしてもたらされるフルセット。そう、カツオのたたきは
美味に必要な全てを兼ね備えていた。そして高知の山にも美食あり。例えば高知が生産量日本一を誇る柚子。そんな柚子を日本に広めた男がいた。ここは高知県の柚子を語る上で忘れてはならない場所、馬路村。馬路村は林業を中心とした村づくりをやってまして、少ない畑ですけど柚子は栽培してるわけですね。このわずかながら栽培されていた柚子に目をつけたのが、当時農協の販売課長だった東谷持文さん。東谷さんが模索したのは、柚子の果汁を搾り加工品として有効利用すること。村で考案した柚子加工品を持ち歩き、年間実に80日も全国各地の物産展で PR。 その甲斐もあり、馬路村の柚子商品は百貨店主催の日本の101村店で最優秀賞、農産部門賞などを受賞。柚子の馬路村、その知名度を全国に広めていった。工場1つ作り2つ作り、20人30人50人100人と増えていって、産地としてなんかこう生き残れるんじゃないかというふうな思いでやってきましたけど、そして柚子の未来は国内にとどまらず世界へ。ヘラードリアっていうね、スペインのねナンバーワンシェフがいるんだけど、銀座にねミブというお店があるのね。そこにちょっとお連れした時に、嗅いでるうちに、ね、涙が出るのよ。ザザザザザザどうしたのって言ったら、いやその本物に出会っちゃったの今回初めてだった。柚子の持つ唯一無二のオリエンタルな香りが多くのシェフにも感銘を与え、海外へと浸透していったのである。そして高知が生んだ新たな美食にも注目した。お米ってやっぱり美味しいと必ずねリピーターになるんですよ。そういった意味では高知のお米がきちんとリピーターがついているので、やっぱり力のあるお米なんだなというふうに思ってます。近年全国のお米の美味しさを競うコンテストで高知のお米は続々入賞。今やうまいお米の産地として高知県が認知されるようになってきているのだ。そんな高知のお米の価値を高めた立役者がいる。本山町で長年農家のサポートを続けてきた農業公社の和田さん、そして本山町の農家の方々、彼らの作ったお米が土佐天空の里。このお米はもっちり、ふっくら、またものすごく甘みが強いお米になってます。この土佐天空の里を新ブランドとして売り出しわずか1年、日本一おいしいお米を選ぶお米日本一コンテスト2010で北国の有名ブランドを抑え、なんと最優秀賞を受賞。さらに温暖な西日本の生産者としては初の快挙となり、関係者を驚かせたという。食べた時の弾力が非常に良くてですね、噛みしめた時にお米の粒の中のでんぷんの甘みが非常に広がり、食べてて思わず微笑んでしまうっていうんですかね。なぜ天空の里のお米は甘いのか。そこにはこんな秘密が。気温の差、いわゆる寒暖差がものすごく利点となっております。昼は温度が高いと光合成が高くなりますよね。でそれで蓄えが多くなります。でんぷんが増えるということですね。つまり寒暖差が大きいとお米の美味しさの決め手であるでんぷんの量が増えるということ。さらにでんぷんがお米の表面にたくさんあることで、どんな状態になるか顕微鏡で見てもらったんです。霜降りのようにでんぷんが表面に乗っています。これを我々霜降り米って呼んでます。これはうまみ、甘み、粘り、これらをうまく出してくれてまして、土佐天空の里の美味しさの秘訣となっています。さらに
東京の高級フレンチで採用される食材も星付きレストランがこぞって絶賛するのが高知だけで生産される通称土佐赤牛。生産量が極めて少なく幻の牛とも呼ばれている。土佐赤牛の産地の一つ嶺北地域の国道439号沿いは赤牛街道と呼ばれ、赤牛を提供する店が点在する。赤牛だとステーキ 200g を、結構年配のお客さんがペロッと食べちゃうとか、それだけ赤牛食べやすい。一番人気はローストビーフ丼。あっさりとしながら噛むほどにうまみがあふれ出す。予約が必要なすき焼きは最後の晩餐にいただきたいというご婦人が続出とのこと。しかし全く足りてません。あ、本当ですか。そうですね。牛そのものがもう少ないので、本数が少なすぎて話にならんですよ。今赤牛が存亡の危機を迎えているという。もともと数の少ない赤牛をどうすれば守れるのか。救世主が現れた。この粉状になったやつですよね。もう死んでるんですけど精子です。これ精子なんですか？はい、乾燥させた精子です。今や精子はカラカラに干からびているこんな状態でも能力を発揮するという。フリーズドライにすることで常温での保存持ち運びも可能になった。実際3年前にこれは黒牛ですけれどもちゃんとした子供が生まれて、フリーズドライ精子で黒毛和牛を誕生させた松川准教授たち。それは世界初の快挙。いや、もう一言で素晴らしかったです。で、奇跡の美食学というこのネーミングにふさわしい内容だったと思っています。高知の持ってる食の魅力っていうのを主観的な意味的価値に加えて客観的な機能的価値とセットで論じていただける、そういうコンテンツを作っていただいた。これは一言で言うと鬼に金棒を与えてくださった。さらに番組ではお酒とのマリアージュにも着目。高知のお酒はね、食中酒を非常に中心的にね、レベルが高いですね。淡麗辛口のねお酒が非常にね、高知のお酒っていうのは美味しいんですけど、それにも増してね、新しいその作り方っていうのがね、随分出てきてるんですね。どうぞお帰りなさい。3回来たら土佐人なんで、お帰りなさいでございます。じゃあもう一回来なきゃいけない。迎えてくれたのは司ボタン酒造の竹村明彦社長。司ボタンは全国新酒鑑評会で最高位の金賞を1965年以来36回受賞。まさに土佐を代表する酒蔵の一つ。佐川町の隣町の越知町の名店、花でございます。竹村社長とのお酒が楽しい会でした。これがですね、純米の冷やおろし司ボタンの秋限定の冷やおろし。秋限定。熟成したお酒です。熟成してるので旨味が乗ってる。これは何だと思いますか？これは知ってますか？カニでしょ？カニはカニ。カニはカニ。カニはカニでもね、上海ガニと同じ種類なんですよ。さすがです。当然です。高知ではつがに。つがにね。メスってこんなに大きいのよ。これをバリッと取るわけ。こんなにね、もう卵はもう出てきちゃってるけど、そしたら今度はこれをですね、こういうふうにやるんですよ。さすがですね。先生、ハサミもありますんで。本気で食べてます。本気で食べてます。今回はね、茹で方がいいのかね、酒がうまくしてるのかね、これ。いやいや、おやすさんの腕も、これ何で茹でてるんですか？要はね、内緒お願いします。内緒だけで言いましょうか。内緒だけどお願いします。隠し味で味噌。味噌入れてるんだ。醤油かと思う。
しかしこれさっきからねかじってるけど本当にねこの冷やおろし前そしてカツオの町では服部先生の料理人としての矜持を伺い知ることとなりました。1781年創業、西岡酒造店。江戸時代から240年余り、カツオに合う酒造りを続けてきました。こちらがですね、カツオのたたきには抜群に合うお酒になりますので、辛口のね、はい、カツオに合いそう。ありがとうございます。辛口でもね、ピリッとしたね、これだけのね力持ったのってなかなかないですもんね。いざ実食。しそとみょうが、生姜、そしてカツオ。そこには服部先生ならではの一工夫が。それは切り方。薄いそぎ切りにすることで断面を広くし、味をなじみやすくしているのです。たっぷりの薬味を包み込むと、カツオの強い個性が一転、奥ゆかしい味わいに。これ薄く切るとまたデリケートな感じが出てね、いいんですよこれ。やっぱり切り方違うとやっぱり食感もちょっと違うね。下にこうねっとりくる感じが繊細ですね。カツオと分からんかもしれないこれ。お酒との相性は？あ、やっぱりけどこれや意外と初めてかもね、こんなカツオ食うの。土佐市が世界へ羽ばたくその一方で、ゴーゴー高知。今訪日外国人が急増中。番組では外国人を高知の各地に招き、1泊2日で食や自然を楽しんでもらうコーナー、ゴーゴー高知も放送。こんにちは。例えばフランスの都市部出身、東京在住歴1年の2人。高知の街や食はどう映ったのでしょうか。すごいですね。すごく綺麗です。高知市から1時間半、県内最北端に位置する大川村。豊かな自然を誇るこの村は人口なんと362人。離島を除いて日本で一番小さな村と言われています。そんな大川村で2人が体験したのはこちらです。どうぞ。おはようございます。おはようございます。こんにゃく作りの名人のスーパーおばあちゃん。御年90歳です。名人やね。生まれも育ちも大川村の愛のおばあちゃん。60年以上こんにゃくを作り続ける大ベテラン。ゆうごさんとマノさんはそもそもこんにゃく好きですか？正直にあんまり少し苦手で、これはもう比べ物にならんぐらい美味しい。2人は混ぜるところからお手伝い。慣れるように全部混ぜたらあったかいです。ちょっと楽しい。これが入るだけで味が違うの。みんなのとほら。こちらは灰を煮込んでこして作るいわゆるアク。こんにゃくは凝固剤で固めるのが一般的ですが、こちらでは昔ながらのアクで固めます。クヌギや奈良の落葉樹のアクを使うことでこんにゃくらしい香りが引き立ち、プリッとした食感に仕上がります。それでこれぐらい。均一の大きさにするのが難しいんです。この上でせんと落ちたらいかんけ、この上で落ちるから。あれ。ばあさんすごいです。本当に尊敬します。あとは1時間ほど茹でれば完成。膨らんだ。プリップリになったと思います。こんにゃくが苦手な2人ですが、そのお味は柚子ポン酢でいただきましょう。
美味しいですいや美味しいですよこんにゃく好きになりましたよかったそして番組では高知の未来を作る子どもたちも地元の魅力を発信。おるおるおるなるほど探検隊では子どもたちが地元の食の魅力を伝えてきました。メジカこれがメジカです。この水揚げされたメジカをカゴの方に移していきます。ソーダ節作りではたくさんのメジカを並べたよね。リーサちゃん、手際いいね。みんなコツをつかむと上手に取れてるね。最後の一匹これも綺麗、これも綺麗、これも綺麗、これも綺麗。だからみんなあ、じゃあここすごい上手にできてます。土佐備長炭を作った会は暑い中頑張りました。はい、じゃあ出していきます。出てきた。お、どんどんいっぱい。でも売れてない。慎重に。右側狙ってね、右側。あつてててて。頑張れ頑張れ。やっぱりちょっと待って、無理かも、熱い。はい、じゃあこれ無理。はいはい、かけて。職人さんの作業がいかに難しくて時間がかかるかよーくわかったね。そして夏は四万十川で手長エビも取ったよ。重い？だからおる。おる？おる。すごい。あ、そう。うわ、すごい。待ってめっちゃでかい。でかい。すごい。絶対ユナに負けた気がする俺。子供たちが全身で高知の食を体感しました。もう箸止めようとしても止まらん。おかわりください。はい。高知の子どもたちがですね、この番組を通じて高知の伝統的な食を知っていただいて、これを次の世代に引き継いでいくということの大きなきっかけになればですね、大変素晴らしいことになると思います。